2024年1月1日、日本の石川県中部でマグニチュード 7.6 の大規模な地震が発生しました。この強力な地震は建物の崩壊、数万戸の家庭での停電、沿岸部への津波警告など広範囲にわたる破壊を引き起こしました。この地域では複数の死傷者が報告されています。石川県では一般被害情報、人的被害、死者94人石川94、行方不明者1人石川1、重傷34人新潟5、富山3、石川26、他にも倒壊した建物に閉じ込められた人がいました。和島では大規模な火災が発生し、他の地域でも家屋の損傷が報告されました。地震の震源地は大地震が起こりやすいとされるのと地域に位置しており、その浅い深さが影響を増幅させました。地震と津波警告を受けて5つの県で5万1000人以上が避難するよう指示されました。これは特に沿岸部で重要であり、気象庁は最大5メートルの波が予測される津波警告を発令しました。幸いにも地震後の日本の原子力発電所で異常は報告されませんでした。地震は震源地から約 500km 離れた東京でも感じられました。この地震とその後の出来事は日本が直面している継続的な地震リスクとそのような状況での準備と迅速な対応の重要性を浮き彫りにしました。このような困難な時期に私たちの心は石川県とその周辺地域の皆さんと共にあります。自然災害の前に人々が示す勇気と連帯は人間の精神の強さを示しています。苦難を乗り越え再建への道を歩む過程で皆さんの強さと回復力が再び光を見ることを心から願っています。この地震は多くの人にとって計り知れない苦痛と損失をもたらしましたが、共に支え合い助け合うことで新たな希望と強さを見出すことができるでしょう。被災された皆さんが一日も早く安心して普段の生活に戻れるよう心から祈っています。そしてこの試練を乗り越えた後にはより強くより団結したコミュニティが待っています。失われたものを忘れることはありませんが、未来への一歩を踏み出す勇気を持ってください。どうか安全を最優先にし互いに支え合ってください。遠く離れた場所にいる私たちも心を込めてこの試練の中で皆さんの不屈の精神と共にあることを心から願っています。一日も早い復興と皆さんの安全を祈っています。今日の動画では想像もしないような事態、すなわちもしも今大地震が来たらどう生き抜くかに焦点を当てます。いつも当チャンネルをご覧いただきありがとうございます。私たちのチャンネルは予想外の出来事に備える方法を提供することに特化していますが、今回のテーマは特に重要です。地震は予測不能な自然災害です。いつどこで起こるかわからないため事前に備えておくことが非常に重要になります。今回の動画では大地震が起きた場合にどのように行動すれば生き残ることができるかについて具体的な方法を解説します。皆さんの安全が最優先です。この動画を通じて万が一の事態に備え落ち着いて適切な行動が取れるようになることを願っています。それでは早速本題に入っていきましょう。大地震発生時の直接対応。まず最初に地震が発生した瞬間に何をすべきかです。揺れを感じたら落ち着いてすぐに机やテーブルの下などの安全な場所に避難しましょう。重要なのは落下するものから身を守ることです。頭を手で保護し大きな家具から離れるようにしてください。また火を使っている場合はできるだけ迅速に消火しましょう。ただし自分の安全が確保されていることが前提です。安全が確保できない場合はすぐに避難することを優先します。大地震によって家屋が倒壊し生き埋めになった場合の対処法は非常に重要です。以下に具体的な対処法をご紹介します。空気の確保。口と鼻を布シャツの裾などで覆い埃や汚染物質の吸引を防ぎます。可能であれば空気の流れを感じる場所に近づきます。体温の維持。体を小さく丸めて体温を保持します。衣服や手近なもので身を覆い保温します。エネルギーの保存。不要な動きを避けエネルギーを極力節約します。水分は限られているため話す、叫ぶ、大きな動きは最小限に。救助の際救助隊が近くにいることが分かった場合のみ短く一定の間隔で声を出すか物を叩くなどしてサインを送ります。心理的な落ち着き深呼吸をしてできるだけ冷静になるよう努めます。必要に応じて事故との対話やポジティブな思考を保つようにします。怪我の応急処置。怪我をしている場合は衣服などを使って応急処置を行います。出血がある場合は圧迫して出血を抑えます。 SNS の活用。1、明確なメッセージ。状況を簡潔に説明し具体的な救助要請を行います。例えば生き埋めになっています、助けが必要です、場所は具体的な場所ですといった内容です。2、
位置情報の共有。可能であれば、現在の位置情報を共有してください。多くの SNS には位置情報を共有する機能があります。3、ハッシュタグの利用。関連するハッシュタグを使用してメッセージの可視性を高めます。例えば、地震が発生した場合は、その地震に関連するハッシュタグや一般的な救助関連のハッシュタグを使用します。4、継続的な更新。状況が許す限り、定期的に現在の状況や必要な救助に関する情報を更新します。5、バッテリーの節約。スマートフォンのバッテリーをできるだけ長持ちさせるために、不必要なアプリは閉じ、明るさを下げるなどの対策を行います。6、友人や家族への直接連絡。SNS を通じて具体的な友人や家族に直接メッセージを送ることも有効です。彼らが救助を求めるために当局に連絡を取ることができます。ただし、これらはあくまで可能な限りの手段であり、状況によっては通信が困難な場合もあります。また、SNS へのアクセスが難しい場合は、声を出して周囲に知らせる、物音を立てるなどの方法も考慮する必要があります。常に安全を最優先にし、可能な限りの方法で救助を求めてください。また、災害時の対応や自己保護に関するガイドラインを事前に知っておくことも重要です。携帯電話の活用。iPhone に標準装備されている緊急通報機能です。緊急通報機能は万が一の時に緊急連絡先にすぐ知らせたり、大音量のアラームを鳴らしたりできます。iPhone8 以降のモデルの場合、サイドボタン、電源ボタンと音量ボタンのいずれかを同時に長押しします。緊急 SOS のスライダーが表示されたら、それをドラッグして緊急サービスに電話をかけます。または、ボタンを長押ししてカウントダウンが終了するまで待つと、自動的に緊急サービスに電話がかかります。iPhone7 以前のモデルの場合、サイドボタンまたは上部ボタンを5回素早く押します。緊急 SOS のスライダーが表示されたら、それをドラッグして緊急サービスに電話をかけます。災害などの緊急事態で心理的に落ち着くためには、特にストレスや恐怖を管理するテクニックが重要です。以下は、緊急時に心を落ち着かせるための具体的な方法です。深呼吸。深くゆっくりと呼吸をすることで、心拍数を下げ、落ち着きを取り戻すことができます。4秒かけてゆっくり息を吸い、4秒息を止めます。4秒かけて息を吐く。いわゆる4の呼吸法が有効です。ポジティブな思考を保つ。乗り越えられるという強い信念を持つことが重要です。救助が来る。家族にまた会える。これを乗り越えて強くなれる。といった前向きな言葉を心の中で繰り返しましょう。集中とリラクゼーション。心を落ち着けるために、瞑想や集中のテクニックを使用します。例えば、過去の楽しかった思い出や平和な場所を思い浮かべ、その場面に集中することが助けになります。現実的な計画を立てる。現状を冷静に分析し、救助されるまでの計画を立てます。救助隊が来るまでどう過ごすか、どうやってサインを送るか、など具体的な行動計画を考えると、心が落ち着くことがあります。感情を受け入れる。恐怖や不安を感じることは自然なことです。これらの感情を無理に抑え込まず、受け入れることが大切です。怖いのは当然だけど、乗り越えることができると自分自身を励ますようにしましょう。これらのテクニックは、極限状態においてもある程度の心の平穏を保つのに役立ちます。ただし、実際の災害状況では、個々人の感情や反応は異なるため、最も自分に合った方法を見つけることが重要です。また、これらのテクニックは日常生活でもストレスを軽減するのに有効です。緊急避難用具の活用。次に、緊急避難用具の活用についてです。事前に非常用バックパックを準備しておくことをお勧めします。このバックパックには、飲料水、非常食、懐中電灯、予備のバッテリー、必要な医薬品、そして重要な書類のコピーを入れておきましょう。また、着替えや毛布など、少しの間外にいなければならない場合のためのものも忘れずに、緊急避難用具の具体的なリストを作成する際は、基本的な生存ニーズに焦点を当て、限られたスペースに必要最小限のアイテムを収めることが重要です。以下に、一般的な緊急避難用具のリストを提供します。水と飲料水の保存容器、ボトル入りの飲料水、水を浄化するためのタブレットやストロー型フィルター、非常食、保存期間が長く、調理不要の食品缶詰、乾燥食品、エナジーバーなど、応急手当セット、包帯、ガーゼ、絆創膏、消毒液、抗生物質軟膏、痛み止め、アレルギー薬などの基本的な薬、マルチツールまたはスイスアーミーナイフ、手動または充電式の懐中電灯、予備の電池、緊急用ブランケットまたはコンパクトな寝袋、着替えと保温用具、防水性のあるジャケット、替えの下着や靴下、帽子、
手袋、携帯電話と充電器、ソーラー充電器または手回し充電器、重要書類のコピー、身分証明書、保険証、緊急連絡先のリスト、火起こし用具、ライターやマッチ、火打ち石、個人衛生用品、歯ブラシ、歯磨き粉、石鹸、ウェットティッシュ、トイレットペーパー、地図とコンパス GPS デバイスがあればなおよい。特定のニーズに対応。幼児用のおむつや粉ミルク、処方薬、メガネやコンタクトレンズの予備。このリストは基本的なものであり、状況や個人のニーズに応じて調整することが重要です。また、避難バッグは定期的に点検し、期限切れのアイテムや消耗品を交換しておくことが大切です。状況が許せば、このバックパックを持ってすぐに家を離れるようにしてください。特に高層ビルや海岸近くにいる場合は、速やかに安全な場所へ移動することが重要です。家族や近隣住民との連絡方法。大地震が発生した際、電話回線は非常に混雑します。そのため、電話よりもテキストメッセージやソーシャルメディアを利用して家族や友人に安否を知らせましょう。また、避難する際は近隣の住民と情報を共有し、助け合うことが生存率を高めます。地域によっては災害用の無線通信ネットワークが設置されている場合もあります。事前にそのような情報を把握しておくと非常時に役立つでしょう。また、安全な場所に避難した後でも定期的に家族や友人に連絡を取り合い、互いの安全を確認し合うことが大切です。避難所での生活必需品。災害時に避難所で生活する際には特定の必需品が非常に役立つことが多いです。以下に避難所での生活をサポートするために役立つアイテムのリストを紹介します。電池式の携帯充電器。スマートフォンは情報収集や連絡手段として不可欠ですが、停電時は充電が課題になります。電池式の充電器は電源がない環境でもスマホを充電することができ、安心につながります。カセットコンロとガスボンベ、インフラが損傷した場合にも温かい食事やお湯を提供できる重要なアイテムです。食事の準備以外にも哺乳瓶の消毒や体を拭くためのお湯を沸かすなど多目的に使用できます。ほうきとちりとり、地震でガラスが割れた際など電気が使えない状況での清掃に必要です。安全な生活空間を確保するために役立ちます。現金。災害時には ATM の故障や通信障害で電子決済が利用できなくなることがあります。現金は必要な物資を購入するための確実な手段となります。ブルーシート。避難生活で床に敷いたり風よけや雨漏りの応急処置に使える多機能アイテムです。着替え時の目隠しとしても使用できます。バケツ。断水時に雨水を溜めたりトイレの水を運ぶために使用します。また、避難所での一時的な収納容器としても役立ちます。トランプや折り紙。避難所でのストレス軽減や子どもたちの気分転換に有効です。心理的な負担を和らげるためにも簡単な娯楽は非常に重要です。携帯トイレ。断水時に通常のトイレが使えなくなった場合の代替手段として凝固剤付きの携帯トイレは特に役立ちます。使い捨ての食器類。水の節約と衛生面を考慮すると使い捨ての紙皿や紙コップは食事時に非常に役立ちます。食器の上にラップを敷いて使ったなどあるもので工夫したという経験談がありました。耐熱ポリ袋。災害時の調理に便利です。耐熱性があり湯煎調理に使えるため最小限の水で調理でき後片付けも容易です。耐熱ポリ袋に生米と水を入れて縛り湯を沸かした鍋に入れればご飯を炊くこともできます。帽子、アイマスク、耳栓。避難所でのプライバシー保護や快適な睡眠を助けます。特に音が反響しやすい環境では耳栓が睡眠の質を向上させるのに役立ちます。生理用品。災害時の女性の衛生管理に必要です。予備として持っておくことで衛生状態を維持し快適さを保つことができます。これらのアイテムは災害時に基本的なニーズを満たし生活をサポートするために有効です。また、個々の状況やニーズに応じてリストを調整することが大切です。食料と水の確保と保存方法。災害が長期化する場合、食料と水の確保が重要になります。優先すべきは長持ちする食料品の確保です。缶詰や乾燥食品、非常食など賞味期限が長く保存が容易なものを選びましょう。また、清潔な飲料水を十分に確保することも不可欠です。飲料水は最低でも1人当たり1日に2リットルを目安に備えておくと良いでしょう。食料品や水の保存には清潔で涼しい場所を選び直射日光や高温多湿を避けることが重要です。また、定期的に在庫をチェックし賞味期限が近づいているものから使うようにしましょう。災害時のサバイバル術として水の生成方法は非常に重要です。以下に
いくつかの方法を紹介します。雨水の収集。雨水は災害時に利用可能な最も簡単な水源の一つです。大きな容器やビニールシートを使用して雨水を収集します。集めた雨水は飲用する前に沸騰させて細菌を殺すことが重要です。結露トラップ。地面に穴を掘り、中心に容器を置きます。穴の上に透明なプラスチックシートをかけ、石で固定し、中央部分に小石を置いてくぼみを作ります。地面の湿気が蒸発し、シートに結露して水滴となり、中央の容器に落ちていきます。太陽の力を利用した蒸留。黒い容器に水を入れ、透明なプラスチックで覆います。容器を太陽にさらすことで水が蒸発し、プラスチックに結露します。結露した水を別の容器に集めることで、飲料水を得ることができます。植物からの水分採取。生きている植物の葉や枝をビニール袋で覆い、日光にさらします。植物が呼吸する際に発生する水蒸気がビニール袋内に結露し、水滴が形成されます。これらの方法は自然の原理を利用しているため、災害時でも安全な水を確保するための有効な手段となります。ただし、集めた水は常に清潔であるとは限らないため、飲用前に沸騰させるなどの処理が必要です。また、これらの方法は緊急時の一時的な対応策であり、長期的な水の確保にはより持続可能な方法が求められます。長期的な住居の確保。災害によって家が使えなくなることもあります。その場合、公共の避難所や仮設住宅を利用することになるでしょう。また、地域コミュニティや支援団体、政府機関からの住居支援情報にも注目しましょう。長期的に安定した住居を確保するためには、災害保険や政府の支援制度を利用することも検討する必要があります。事前に自分の居住地域で利用できる支援制度を調べておくことが重要です。大地震後の生活における重要ポイントの要約。今回の動画では、大地震が起きた際にどのように行動するべきかについて詳しく解説しました。まずは、地震発生直後の安全確保の方法。緊急避難用具の活用。家族や近隣住民との連絡方法が非常に重要です。また、避難所での生活では、必需品の準備、健康管理と衛生の維持、コミュニティとの協力が求められます。さらに、災害が長期化した場合の食料と水の確保、長期的な住居の確保、そして精神的健康の維持についても考える必要があります。緊急事態に備えた継続的な準備の重要性。災害は予測不可能です。だからこそ、日頃からの準備が非常に重要になります。非常食や水のストック、避難用具の用意、緊急連絡網の整備はいざという時のために絶対に欠かせません。また、避難訓練への参加や災害対策に関する知識の習得も自分自身と大切な人の安全を守るために必要です。この動画が皆さんの災害時の備えに少しでも役立てば幸いです。ご視聴いただきありがとうございました。次回の動画では別のもしもシナリオについて取り上げますので、ぜひチャンネル登録と通知設定をお願いします。また、皆さんのご意見や体験談をコメントでお聞かせください。皆さんの声は私たちのチャンネルにとって非常に大切です。それでは次回の動画でお会いしましょう。安全第一で日々をお過ごしください。